やっほー、みーちゃんです。今日は視聴者さんからリクエストいただいた、ニュージーランドでの携帯の会社とプランについてお話ししたいと思います。チャンネル登録をまだの方はよろしくお願いします。ではまず、日本にいる時にすること、これは前ワーホリの出発前の動画でも出したんですけど、今日本で使っている携帯電話は解約するしかないんですけど、携帯電話の番号を取っておきたいっていう方は別途支払えば保管することができます。私は、保管料がかかるのでもういいやと思って契約だけして番号とかアドレスの保管はしてないです。それでその日本の携帯本体自体をこっちでも使いたいってなった場合は SIM カードを入れ替える必要があります。で SIM ロックの解除については iPhone と Android であれば設定から確認することができます。それもしくは店舗に行ってそのお店の方に聞いてみてください。で基本的に、日本だと結構契約するのに時間がかかると思うんですけど、こっちでは特に別に ID とかも必要なく、携帯買うんであれば携帯ショップで好きな携帯を選んで SIM カードを購入して入れるだけっていう感じです。それで、こっちに着いてからですね、まず空港で SIM カードが売ってるんですよ。トラベルプランっていうものがあって旅行者向けのプランになります。なので普通のプランより安く購入することができます。ただそれは、入国して免税エリアで買った場合になります。そうすると通常で買うよりも安く購入することができるみたいです。で空港で買っておくともうそこで入れてもらえるので、その空港から例えばその宿泊先に行くとか、その後行動する時にすぐ使えるようになるので便利かと思います。空港内だけであれば Wi-Fi があるので大丈夫だと思うんですけど、着いたばかりですぐに、Google マップとか使うと思うことになると思うので、最初に SIM カードあった方が便利かと思います。なので私もそうでしたけど、その空港の免税エリアでトラベルプランを買いました。でニュージーランドのその携帯の会社でどういうものがあるかっていうと、まず大きい携帯会社がワンとスパークと2ディグリーで、ワンとスパークは日本でいう au とドコモみたいな位置づけのようです。ワーホリとか留学生からも人気が高いです。スキニーとかウェアハウスモバイルっていう仮想移動体通信事業者、これが無線通信インフラを他社から借り受けてサービスを提供している事業だから自社の設備とかはないんだけど違う会社から借りてるっていう比較的普通の会社より格安、日本でいう格安のところあるじゃないですか、そういった感じで、あとネットだけにしか店舗がないものもありますけど、それは私もちょっと調べてみたんですけど、やっぱりネットも田舎の方とかに行くと電波が入りにくい場所があったりとかっていうのもあるみたいで、私はおすすめしないです。慣れてきて試してみるっていうのもありですけど、最初のうちはどっか行った時に使えなくなると土地勘もないし、英語での対応とかもあると思うので、
いつどこに行っても使えるものが安全かと思います。ちなみにその空港以外では、普通のここ CBD 内であれば店舗がありますし、あとは、ショッピングモールとかスーパーでも購入することができます。で基本的に日本だとだいたい月額契約が普通だと思うんですけど、こっちもプリペイド式と月額契約の2つがあります。それでは各会社ごとに出しているプランを細かく見ていきましょう。まずは1です。このように、4つの価格帯がありまして、15ドル、20ドル、30ドル、40ドル。これはどのように設定されているかというのは、データ、月にどれぐらい使うか、28日以内にですね、1ギガ1.5、38ってなってまして、で、次が、電話する長さですね。100分、200分、300分、100分。で、これがテキスト、ショートメッセージが無制限になってます。これで価格が変わっていくんですけれども、私もこのプランを使ってまして、携帯ですともっと細かく自分で選択することができます。例えば、3ギガだけ欲しくて、電話はこれぐらいで、ショートメッセージはこれだけでいいっていう風に選択して自分で価格を設定することができるので、すごく便利です。私の場合は32ドルで4ギガ100ミニッツ、ショートメッセージ100で支払いしています。で、続いてはスパークです。スパークは20ドル、30ドル、50ドルっていうプランがありまして、これも先ほどの1と同じようにデータ数と電話の長さ、あとショートメッセージの回数によって価格が異なっています。で、スパークは、Spotify の割引を受けることができます。ただ、金額は最低20からなので、1よりも高くなりますね。スパークはどちらかというと、無制限プランの方が人気があるようです。で、次が2 degrees ですね。これが最もプリペイドプランの他の会社の中と比べると安く済むプランになっています。10ドルから始めることができるんですけれども、見ての通りデータ数が少ないので、本当に全然使わないっていう方であればいいかなとは思うんですけれども、それは皆さん次第ですかね。で、次に、無制限プラン。で、これが1は一つになりまして85ドルになります。ただこれがアンリミテッドマックススピードっていう風に書いてあるんですけれども、ずっと同じスピードで使い放題っていうプランになります。で、次がスパークですね。スパークは45ドルから始めることができるんですけれども、ここに記載されている通り 4GB までがマックススピードですよ。それ以降がちょっと速度に制限がかかりますっていうものなんですけど、なんで価格が安いですね。無制限ではあるけど速度は遅くなるよっていうことなんですけど、どれぐらいね遅くなるかっていうのが実際私わからないんで使ってみないとっていうところではあるんですけれども、もしその制限が欲しく嫌だっていう方はこの90ドルのプランもあります。でもそうなるとちょっとね1より高くなってしまいますね。で、2 degrees、 はい、これが75、100GB ですねがマックススピードなんで、これだと結構大きいので、100以上あんま使わないっていう方はこの2 degrees でもいいかもしれないですね。これだと1よりも安いので。
で、スキニーがこれが無制限プランがちょっと安かったので紹介させていただくんですけれども、40ドルから4週間で始めることができます。ただこのすべてのプランは制限があるので、ご自身のどれぐらい使うかによっては検討してみてもいいかなと思ったので載せてみました。で、最後にグループプランです。これが1なんですけど、2種類ありまして、無制限のプランだと、85ドルで、他の3人が加わると40ドルずつになるので、トータルすると51ドル25セントになります。で、65の方は 15GB のプランになりますね。で、スパークが、制限がある左の 18GB までマックススピードのプランか、あとは、エンドレスプラン。これは制限がないものが58ドル50セント。3人追加しての価格なんで、これを1人当たりで計算すると1の方が安くなりますね。で、Spotify もこのパターンだとusually 16ドル99セントなんで払わないといけない。これもついてくるってことなのかな。割引じゃなくてそのままついてくるってことなのかな。それは確認しないとわかんないんですけど。で、2 degrees。これも、そうですね、制限、グループプランあるんですけど、ちょっとこちらも制限があるので、スパークと同じような感じになります。大体私の友達とかは、スパークかワン使って、いっぱい使いたいという方はやっぱりグループプランを使っている方が多いです。変更はね、いつでもできるので、最初多めにデータを設定してその後調整していくっていうのがいいかと思います。でね、ウェブで携帯会社のプランを比較するサイトを見つけたので便利だなと思ったので紹介させていただきます。こういう風にマンスリープリペイで選択したりとか無制限で選択すると各会社のプランが出てきます。なんでこれを、概要欄の方に載せておくので、もしよければ参考にしてください。価格はね変わる場合もあるので、詳細はその会社のページに飛んだ方がいいと思います。スパークでは音楽ストリーミングができる Spotify っていうのが通常の 50% オフで使えるらしいんですけど、私も日本からその Spotify を使ってて、日本だと月額980円なんですよ。で、ニュージーランドだと16ドルぐらい、いくらだったかな、17とか6ドルぐらいなんですけど、日本の倍まではいかないけど高いじゃないですか。で、なぜかわかんないんですけど、私日本のカードでずっとそれを払ってて自動更新されるんですけど、いまだにその日本円で980円で支払ってるから、そのまま日本の価格で続けられるんだったらそっちの方が安いじゃないですか。だからこのスパークの半額ってなる場合はニュージーランドの Spotify を払ってる場合っていうことになると思うんで、なんか実際そんなに得なのかって考えたらってなりました。なんでだかわかんないんですけど、多分その Spotify にこっち来てからログインしてロケーションとかを変えてないからなのかなと思うんですけど、 Wi-Fi を使ってる人は携帯代がちょっと安くなるとかっていうのもあるので、もし自分でアパート借りる
とか、シェアハウスはどうなるかわかんないけど、シェアハウスの場合だってオーナーが名義でやってるからそれはできないと思うんですけど、例えばアパートで自分で Wi-Fi 借りなきゃいけないとかってなった場合はそこら辺も混ぜて考えた方が一番お得になるかと思います。でニュージーランドは公共 Wi-Fi が意外とあります。ただなんか安全かどうかは分かんないんですけど、それでなんかそのスパークは街で使える専用のフリーっていうのがあるみたいで、そのスパーク利用者だけが使えるらしいです。はい、ということで、こんな感じです。でリクエストいただいた視聴者さんはとにかく無制限がいいっておっしゃってたんで、その場合だと1がおすすめかなと思うんですけど、無制限でもその今説明した通り何ギガまではマックススピードっていうのがあるんで、そこら辺がちょっと私は詳しくない。どれぐらいが早くてその後はどれぐらい遅くなるかっていうのは実際多分使ってみないと分かんないじゃないですか。なんで1の場合であればそのマックススピードの制限がないから一番いいよっていう意味なんですけど、価格の面でいくとスパークとかの方が安いですよね。そういうリミットはあるけれども、なんで無制限でスピードも一定にしたいってなった場合は1がおすすめかと思います。1人の場合でもグループにした場合でも一番ね、何も気にせずに使えるっていうのがあるし、あと使ってる人も多分多いので簡単にそのシェアプランに入れたりもすると思います。でもちろん店舗も CBD 内にあるので何かあった時に便利だし、プリペイドプランもあるので、もし無制限使っててあんまり使わなくなった時も、プランを変えることができます。でとにかくスマホの料金を抑えたいっていう方はもう2ディグリーのプリペイドまたは1のプリペイドがいいと思います。でもちょっとギガ数が少ないんで家とか外ではあんま使わないよっていう方のみになるかと思います。はい、私も最初は1でその空港で買って、その後マンスリープラン、80ギガのノーリミットのやつ買ったんですけど、やっぱり今度家で Wi-Fi 使えるようになったし仕事場でも使えるようになったのでそんな必要ないなってことで今はマンスリープランの何ギガかな、15ギガの60ドルのやつかなにしてるんですけど、それも15ドルも結局必要ないなって思ったのでまた変えようと思ってます。そんな感じで来てからもコロコロ変えることできるので、ただそのね一番安いのはシェアプラン、無制限であればシェアプランに入るのが一番かと思います。はい、リクエストいただいた方ありがとうございます。もし皆さんも何か違うことであったら教えてください。最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまたね、バイバイ。